皆さんご機嫌いかがでしょうか。バドンカドンクのポッドキャスト。 Oh, damn. Now that's a Badonkadonk. はい、始まりました。 Yeah. あれちょっと短かったんちゃう吸うの。あそこみんな物足りないかもしれない。Yeah. でも吸うのを短くしたけど、吸って叩いて最後ってチューしたかも。チューした。俺も何やったかもう忘れた。なんかコメントをさやっぱ読んでると前回のやつかな、前々回かな忘れたけど、ダニエルのジュルジュルが戻ってたって書いてた。ジュルジュルなんだ。ジュルジュルかなんかそういうジュルリか知らんけど。I see。求めてる人がいるみたい。いやそこをちゃんと見てる人いるのは嬉しい。Damn ちょっと普通すぎたが。Alright. 今回はね。Yeah. まあ皆さんちょっとこれからも期待していただいて。Yeah. で、今回はね、まあ日々ねストレスが多い世の中じゃないですか。Stress, yeah. こうどんなストレス解消法しているのかなっていう。Stress relief. おお、そうやって言うんや。Stress relief. ストレスリリーフ。そうってことだよね。そうあるやんこのおのおのが。Okay. どんなのをしてるのかなっていう話を今日はちょっとしたいかなと思って。違いがあるもんなんかなこういうのって。男と女も違うのと思うし、その上で日本人とアメリカ人も違うと思うから。確かに。Yeah. もう女はってこれ主語大きいなほんま。女はストレスリリーフ。女代表として言うならばやで。何？喋るやと思う。うわ、そうgirl。やんな絶対。でもほんまに私思ったもん。喋ってるうちになんかイライラってどっか飛んでってるもん。まあもちろんそれはめっちゃ仲いい人とかやで。悪口も気楽に言えるような人たちと喋ってたらなんかすっきりしてる。I see. Just talking shit. Talk shit っていうね。トークシット。Just talking shit. I see. いや多いと思う。まあみんなじゃないと思うけどめっちゃ多いと思うそういう人。俺それ考えたことない。喋るって。だから例えば俺の一つは、もう一回ねビール飲んで喋らない。もう喋らない。黙ってビール飲む。Yeah. せめて話すとしても、飲んで、Yup こっちも。Yeah. 楽しい？めっちゃ楽しい。わからん。マジでそれわからん。いや、King of the Hill って知ってる？知らない。キングオブザヒル。Hill。丘ね。丘やで。ちっちゃい山？丘な。ベイビー山。丘な。丘っていう？丘っていうね。初めて聞いた。丘。ヒルって丘っていうね。Oh shit. Okay. また学びました。今日も新しい単語増えました。丘。そう。丘の王様。丘の王様。King of the Hill。へえ。But 有名な番組でカートゥーンなのアメリカの。なるほどね。カートゥーンで。その親父が4人集まってその近所で、みんなビール飲みながら全員会話してんだけど言うことが一人ずつもYup。何をしてるんそれはそのストレスリリーフ。いや会話いらんねや。Yeah 男はいらない。わからんわ。Yeah。まあ黙ってんのがいい時もあるよそら。いやでも無理やな。やっぱ喋っちゃう。喋ってんのが一番楽しいもん。I see。でもさ日本人ならではっていうのはあるかも。一個。それ知りたい。温泉。うわな。俺唯一行けない場所。タトゥー。Yes。タトゥー。追い出された場所。どこでやられてんだっけそれ。大江戸温泉。お台場のな。もうないけど。大江戸温泉。ないの？もう潰れた。いやそれ外人を断ってたから潰れた。いや違うそんなことない。絶対に。シンプルにどっか移動したんちゃう？OK。そのフィッシュマーケットみたいなやつな。豊洲の方かな。ナイス。ナイス。いや別に腕とかは思ってない自分でも。But あれマジで日本の多分トップ3、やっぱ俺日本にいるなっていう瞬間があった。
そのタトゥーが許されなかった時？そう。どうやって断られる？その断られ方が。OK。見えへんやんだって。OK、yeah でしょ、で、着替える部屋があって、そこからそのみんなが風呂浴びてる風呂浴びてるって。入るとこな。裸エリア。まあ着替える場所も裸エリアか。まあ裸になって、俺水入る1ステップ前に働いてるやつが、Oh, sorry. They're like, no tattoo. And I was like, yo, come on, いいじゃん。Like, just で、俺シャワーぐらい浴びさせて。せめてね。これサッカーの合宿の後だったから。シャワーでもいいって、No ってめっちゃ厳しく追い出されて。俺先にもうそのままネトベタ、ベト。いける。全部一応いける。まあ、ネトちょっと汚すぎるけど、まあいける。もうサッカーの試合の後だったから。で、やつ、もらえるものを、浴衣みたいな。それを着て、汚い格好で一人でビール飲んでみんな待ってただけ。それさ、お金返してくれへんの？返してくれなかった。まあそこで楽しんじゃったから？ Probably, yeah. ちゃんと酔っ払った。じゃあいいや。そう、ストレスリリーフしたかったのに、その状況でストレスになった。なるほどな。で、いや、タトゥーな。確かに。入れる方法ってないん？テープ。シール。タトゥーテープみたいな。なんか一回。うちのガヤがすみませんでも俺、テープ貼ってたやん。貼ってた。あれのタトゥー差別一回。これはいいよ。これは私も気になるところやから。俺、マジで日本の、タトゥー差別ある。はい。タトゥー差別は、はい。うちのガヤがすみませんっていう番組で芸人コーナーがおって、今日のゲストは、中目におるやつら、何やったっけジェネレーションズそんな。いや、なんかみんな焦げてるやつらを集めて。焦げてるやつ、どうぞ。で、ちょっとなんかキレがあって、全員なんか髪の毛を色に入れてて、ダンスうまいやつら。はい。LDH の人たちね。ジェネレーションズがその時ゲストやってんな。OK、で、そのなんか、書き合う、なんか一緒になんかやる番組があったの。あった。で、俺シャツ脱ぐ場所があって、でも俺一回テストで収録でタトゥーダメですってなんかシール貼られたの。それは全然 OK。まあね。Right？でもそのままで、そのスタジオではいアクションってなった時にジェネレーションの人たちが出てきたらみんな首とかタトゥーだらけだったの。I was like, what the f***? なんで？芸人これタトゥー差別じゃなくて芸人差別？これ難しいな。ちょっといや私も思ったよ。確かにめっちゃここ入ってはるやんって思った。Yeah, I was like, what the f***? ピーマジで、what the f***? ピー自分でやるか。それ答え何？いやわからん。これでも私が思うにはやっぱアーティストやからじゃないかなと思って。いや漫才もアートだよ。言うね。言うね。今言ったし、なんか言いながら恥ずかしくなった。これは難しいよな。なんかまあ世界観なのかもしれない。そういうね。I see。それも含めて売りにちょっとなってる。ちょっと俺たちは bad boys だよ。そう。それもそれで言うとうちらもな別にアメリカ人で出しててんからなよかったかもしれんけどな。その収録でめっちゃストレスにあった。なってたか。まあちょっと不思議やなと思った。これ答え欲しいけどな。でも俺やっぱその、ストレスリリーフ正直多分酒やな。な気がするわ。ダニエルなんかイメージある。1年間でもそれよう我慢したな昔。1年間365 days no alcohol。 そう願掛けでね。What？ 願掛けそば頼むときにいっぱい出てくるやつ。山かけちゃう？ Damn, I don't know。 願掛けは神様と約束してやん。それ願掛けっていうね。OK。願掛けっていうんだそれ。なんやろうな語源願いをかけるなんかな分からんけどそれしたやってんな。俺酒1年捨てるから、なんか
まあお笑いみたいな感じで成功欲しいみたいなやったんだけど、あの神様英語を知らなかったかも。あ、そうやな。それはあかんかったな。伝わったかな。いや、伝わってないと思う。小野照崎神社の神様。はっきり言うやん、すごい。すごいはっきり言ってん。寅さんの神社。そうやな。いや、みんな知ってるでしょ。伝わってたら、多分今頃もすっごいテレビで出たと思う。Damn! 意味なく俺先1年休んだだけ。英語をちゃんと日本語にせへんかったから悪い。小野照崎神社の神様、イオン英会話通った方がいいかもな。通わすな。神様英語喋らそうとすな。お前の神様ってどれ？ I know. アメリカの神様怒ったかも、ちょっと。今なんかいろいろちょっと宗教的なもの出てきちゃった。Yeah. なんか浮気したかもな。まあまあ、ゴッド浮気。ゴッドウェイ、神様の浮気。Yeah. ややこしくなる。ゆうきは酒でストレスリリーフはしないの？しない。私酒が多分強くないのよ。まあそれは。いやだから分からん、ちょっとの量、ほんまもうこの勘で言うとこれぐらいの量やったらできるかも。でもなんかな、そう。いやでも分かる。お酒のストレス解消はちょっと分かってきた。この年になってやっと。俺二日酔いにならないストレスリリーフは俺まだちょっと探してるかも。二日酔いになるんや。めっちゃなる。なのに飲むんや。Yeah. これが私ほんま酒飲む人の分からんとこやねんや。次のダメージがあるって知った上でやる。そんだけ楽しい。でストレスフリーでストレス持ってるやんまた。これはやばいサイクル。なんやねん。This is life. でもちょっとハイボール好きになったやんか。その好きになったんですけどね。チョイスハイボールなんだ。ウイスキーなんだ。ウイスキーが私美味しい。OK。でそのウイスキーとまあ、ジンジャーエールで割って、お子ちゃまやからね、はい、ジンジャーハイにして、ちょっと今このぐらい部屋の暗さこれぐらいにしてOK。 そう、私間接照明大好きやね。Yeah. The feng shui 大切でネットフリックスを見るっていうのはね、ピザねはストレス解消になる。ちょっと待って、お前アメリカ人かもしれないかもしれない今結構アメリカ人がやること見えた。じゃあこれ多分お前ウイスキー飲んでピザ食って Netflix 見てんだ。カップコーラな。OK。コーラ。そう。いやこれやる人多いと思うで。やるな。やるやろ。ストレスリリーフ。Yeah。でもリアルで俺アリゾナ州住んでた時に、これ毎回じゃないけど1年の1回のストレスリリーフ、ハンドガン持って山の前立って山をめっちゃ撃つの。山をめっちゃ撃つ？ Yeah。 どこからが山なの？ちょっと待って、わからん。キャメルバックマウンテンをものすごく撃つの。どういうブラ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 って。撃っていいん？ごめん。嘘ついた。山に撃ってんじゃない。缶を置いて撃つんやけど、缶ミスった時に山に当たるように山をバックにしてる。そうそう。You know what I'm saying？ 山がセーフティーゾーン。なるほどね。でも俺缶結構遠い場所から撃つのが好きだから缶ほぼ当てないから、ほぼ山を撃ってるだけ。なるほど、当たらんねんな。誰が撃ってもいいのそれって？あれは普通にダメ。おーい。だからこのトークは日本で日本語で言ってるから大丈夫。お前字幕自分で打つねんで。このところだけエピソード変えんねん英語。本当。私それ一回やってみたい。でも山に種まいてる木が育つためにって書くね英語。ここはな分からんからな。私一回マジでやってみたい。日本でその銃なんか絶対撃たれへんやん。いやそうだね。撃てない。だからそれって快感なん？気持ちいい？なんかこれが多分日本で言うと何になると思う？割り箸を割る？できる。すぐできる。をかける万。やってみようかな。かける100万。だいぶストレスになるけど。でもパシッ割るやん。綺麗に割れた時ってこと？なるほどね。今の振り方むずい。ちょっと振ってない。振ってなかった。本当に知りたい。本当に知りたい。本当に知りたい。日本だとなんだろうな。その同じなんかの自分それってさ、打った人しかわからんやん。本当の答えはあるけどここで言えないかもって思った。
はい、じゃあやめといてください。じゃあやめといてほしいです。何かを打つ。何かを打つ。自分を打つ。何かを使って自分を打つ。もうやめてください。やめてください。アメリカンジョーク。アメリカンジョーク。いや、日本で、なんやろな。どの感覚なんやろ。だってさ、水鉄砲じゃダメやんな。いや、もう笑わせんな。笑わしたつもりはないんですけど。アメリカ人を笑わせんな。ほんまにないねん、その感覚が。銃を撃つっていう感覚が。OK、分かった。じゃあ、例えば、こっちが、屋上におる。はい。で、道路の下見る。はい。で、あっち側に、もうめっちゃ年取ってるおじいちゃんが歩いてる。はい、もうギリ、もう歩くのも精一杯。はい、で、ちょっと石ころを持って、もうめっちゃ遠いよ、で。それをポンって投げて、ちょうど頭に当たってこけたぐらい気持ちいい。最悪、最悪。最悪。もう罪悪感しか生まれない。でもちょっとだけどっかの中でよしって。ちょっとわかる。いや、もうlike、おじいちゃんじゃなければわかる。おばあちゃんも OK だよ。おばあちゃんもあかんわ。なんでじじいとばばを打とうとすんねん、そういうなんかね。なるほどね。だから当たった感覚。でも、そっか、まあ、なるほどな。でもキックボクシングしてるやん。してる。それストレスリリーフになんない？なるわ。めっちゃなる。でも多分、もっとなるのが、好きじゃない人を想像して蹴ったら気持ちいいじゃん。確かに。似てるかも。ネタとかでさ、こう揉めてた時、めっちゃパンチ重かった。多分。めっちゃパンチ重かった。今日なんか気合すごいねって言われてたもん。やっぱ怒りが。なるほどね。気持ちよかった。相方と揉めた後のキックボクシングが気持ちいい。なんか言われたもん、ほんま一緒にこう対面してやんねんけど、結構防具つけてちゃんとやんねんけど、ちょっと今日ゆうきさんなんか怖いですね。怖っ。でもあるわ。確かに運動はあるわ。私な、これ聞いたって言ったらあかんわ。YouTube で見てんけど、メンタリスト大悟っていう人がおんねんか。なんかな、要科学的な根拠でとか言ってる人やねんけど、私好きで結構見んねん。でその時に言ってたのが、キックボクシングとか、クライミング、ロッククライミングとか、あとスケボーもやったかな、はストレス解消にめっちゃいいねんて。あいつ何知ってんの？いや確かに。あいつ何？そういう全部世界のスポーツ全部やって自分のストレスのどんだけなってるか抜けたかのテストして知らないけどね、なんか文献読んではるんちゃう？あいつも情報をあいつって言うな、お前。あいつを情報知って流してるだけやん。あいつ何やってきたの？メンタリスト大悟は。友達にしか言わへんねん、あいつって。メンタリスト大悟はロッククライミング、スケボーとキックボクシングが一番ストレスリリーフ。とかな、言ってたのがやっぱ集中しとかないと危険なスポーツみたいな。とか I see。 だからロッククライミングも掴んでるとかさ、場所を考えないとあかんやん。でキックボクシングもやっぱやられるやん。やしスケボーもバランス取らなあかんから、代表的でそれ言っただけで、そういう系のスポーツとかはストレス解消にめっちゃ適してるって。I see。でも今自分で出て思ったけどさ、どのスポーツも大体そうやな。テニスとかもそうじゃん。俺テニスが今多分ストレスリリーフでちょうどいい。なんかストレスになる時もあるけど、俺もう集中してて真面目でサッカーやってきたやん。そうやね。で今もストレスリリーフで、フットサル行こうと思うんだけど、やっぱ気持ちよくならない。本気度プラス前のうまさも出せない。走って体力的に走ってボール触れない。もう人のためにも走れない。じじいババやめろや。傷つけ合うのはやめようや。トゥルースを言ってるだけかと思った。レッドブルテーブルじじいババじゃないねん。
確かにな、その過去の自分と比べちゃうな、やってたスポーツは。そうでストレスなんか頭でこれやりたいのに体がやってくれないからストレスになるんだけど、テニスで毎回ボール追いかけてついたらボール触れるのが気持ちいい、でストレスリリーフ。同じレベルぐらいにちょっとやるのがちょうどいいねんな。でもな、うますぎても嫌やろ。で毎回なんだろう、毎回このボールをできるだけ気持ちよく打てるかだけの集中だから、結構ストレスリリーフになってる。確かにやっぱ運動はいいよな。でも結局さ、人とやることの方がいいんじゃない？いや俺一人でストレスリリーフできない人。ほらだからさ、やっぱ喋ってんねんって結局。でもテニスもでもう一つの大人遊びのストレスリリーフもコミュニケーションや体のコミュニケーション。体のコミュニケーション一緒やん。根本は一緒やん。コミュニケーションからストレスが来る時もあるけど、結局コミュニケーションで解消してるかも。そっか。話してるか俺も。話してんねん。きっと。I see.